いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は昼間通るといつも駐車場がいっぱいでなかなか入れないラーメン屋さんに夜なら入れるだろうと平日の夜を狙って来てみました。こちらのお店は汁なし担々麺が有名で、好きな人は週始めはこれを食べないと始まらないとか、気づくと週1で通ってるなどかなりの中毒性のあるラーメン屋さんのようで楽しみにやってきました。こちらのお店は田形郡神南町にありますラーメン八仙さんです。営業時間は11時30分から14時と17時30分から20時30分で、定休日は日曜日と月曜日となっております。駐車場はお店の側面に10列駐車で2台分と、お向かいのアパートの前に5台分、また少し離れたところにも第2駐車場として道路側から3台分駐車場が用意されているようです。プチ情報で、常連さんはこちらの駐車場はすぐに満車になってしまうことが分かっているため、最初から第2駐車場に止めた方が早いという情報もありました。ちなみに夜の来店でもちょっと待つぐらい混んでます。すごいお店ですね。それでは行ってみましょう。お邪魔します。お店に入ると消毒液と券売機があります。店内にメニュー表はありませんので、今から流れる券売機の画像を見てメニューの場所を把握し、来店時に慌てて変なところを押さないよう事前に予習をしておきましょう。それでは券売機でメニューを紹介していきます。まず上の2段は汁なし担々麺となっており、上の段は普通盛りで下段が大盛りになります。また見ての通り右に行くほど辛さが増していきます。続いて豚ラーメンという名の豚骨ラーメンに、この日は売り切れとなっていた混ぜそばです。続いてトッピングの味玉、ネギ、チャーシュー、海苔にパクチーに、ライスにガパオライス、卵かけご飯にソフトドリンクと、この日は全て売り切れとなってましたが、タイラーメン、鶏白湯、謎の限定 B というものがありました。続いて客席はカウンター6席とカウンターの後ろに4人掛けテーブルが3つあったような気がしたのですが、ネット上ではテーブルが2つだったので最大で14名か18名入店できます。続いては八仙さん人気ナンバーワンの担々麺の美味しい食べ方が紹介されてたので見ていきます。1、スタッフさんに食券を渡す。その際食べられないものがあれば一緒に伝える。2、担々麺が来るまでこの説明書きやスタッフさんの真剣な仕事ぶりを眺める。3、担々麺が到着したらそこのタレが絡むようよく混ぜて、まずはそのまま食す。4、途中まで食べたら卓上にあるものをお好みで加え変化を楽しむ。5、無料の追い飯を注文し、残ったスープにご飯を投入し、最後の一滴まで堪能なされよとのこと。ちなみに追い飯は普通、少なめ、一口から選べるようです。またこのようなちょっとした写真付きのメニューがあるとついつい追加注文したくなっちゃいますよね。卓上サービスはこんな感じになってます。全く映ってませんが右側に紅生姜もあります。お水はセルフです。女性スタッフさんの仕事ぶりばかり見て手元のお水をこぼさないようにご注意ください。それでは引き続きスタッフさんの仕事ぶりを見ながら料理の到着をお利口さんにして待ちます。担々麺の2から980円にチャーシュートッピングです。あとこれチャーシュートッピング以外に何か違うの気づきました？気づいちゃったあなたはすごいです。ここの常連さんかな？実は生卵を味付け卵に変更してもらいました。生卵が苦手で食べられないっていう人は味付け卵に変更してもらえるみたいです。ありがたいサービスですよね。ちなみに麺はもちもち食感の極太麺です。そしてトッピングしたホロホロチャーシュー、贅沢ここに極まれりといった感じです。あとは味の決め手のこのひき肉と麺とそこにあるスープを汁跳ねに注意しながらしっかりと混ぜたら、汁なし担々麺の完成です。今回は辛さ2と一番低いのにしたので、辛さは大したことはありませんが、花山椒のような花椒のしびれる辛みは結構わかります。それにしてもこの濃いめの味付けにもちもち麺がよく絡んだところに花椒のしびれがきて、ありそうでなかったこの感じ癖になるの分かります。次は4番の味変でおすすめの黒酢とすりごまを入れたら酸味がすごくあって美味しさ倍増です。お酢が好きな方はぜひ。ただし調子に乗るとむせるので入れすぎには注意です。次は5番の追い飯です。麺だけでも意外とボリュームがあったので追い飯は少なめでお願いしました。少なめは普通サイズの半分の量、一口はさらに半分の量みたいです。この担々麺は普通最初に食べて途中で味変、
最後に追い飯でスープの最後の一滴まで堪能し、一杯で3度楽しむことができて、ある意味コスパの良い食べ物かもしれませんね。そして追い飯とスープをしっかりと混ぜたら完成です。麺の時とは違ってご飯の場合は先ほどまで濃いめの味付けだったのがかなりマイルドになるので、お腹いっぱいじゃなければ最後まで飽きることなく美味しくいただくことができると思います。この担々麺は味、ボリューム、価格と大満足な一杯となりました。続いては豚ラーメンという名の豚骨ラーメン850円です。この動画を見てくれてる方の中で、わし豚骨ラーメンマスターやぞっていう方はいませんかね。普段豚骨ラーメンをあまり食べることがないのでわからないのですが、この豚骨ラーメンあまりの美味しさにびっくりです。こんなに濃いというか深い感じのスープは初めてで、豚骨ラーメン特有のポリポリとした食感の細麺との相性もとても良いと思います。もしあなたが豚骨ラーメンマスターもしくはマニアであるなら、もしかしたらここの豚骨ラーメンは実食済みかもしれませんが、もしまだなら一度食べてみてください。きっと喜んでいただけるのではないかと思いますよ。ちなみに豚骨ラーメンの具は先ほどのトロトロチャーシューに豚骨ラーメン定番のキクラゲ、ネギとシンプルですが、それがまたいいといった感じです。今回替え玉はしませんでしたが、豚骨ラーメンで替え玉する際はいつかつぶって割り方を超える粉落としと調子に乗った注文をしてみたいと思います。続いてはご飯物からガパオライス380円です。このガパオライスは風味と濃いめの味付けが白飯との相性が良く、とっても美味しかったです。ガパオライスってタイ料理なのはご存知だと思いますが、日本語にするとバジル炒めご飯になるらしく、このガパオライスは変な癖があるわけでもなく、日本人受けするように作られた美味しい一杯だったと思います。また多少のスパイシーさも途中でこの半熟卵と混ぜることでマイルドに仕上がるため、最後まで味の変化を楽しみながら美味しくいただくことができました。よくよく思い返してみると、今回の動画では四川中国料理の担々麺に日本九州の豚骨ラーメン、タイ料理のガパオライスといろんな国の料理をいただきましたが、どれもレベルが高く大満足のお食事となりました。あなたもこのお店の中で何カ国かのお食事ツアーを楽しまれてみてはいかがでしょうか。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたり、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。